どうも、ヤッシーです。今回は自分で形状を考えて作った C アンカーのテストに行きました。C アンカーといっても色々ありますが、市販のものより使い勝手がいいものを開発したので紹介します。作ったのがこれで、パラシュート部分は 500ml のペットボトルに収まるサイズです。使いやすいように浮きと重りを分けて使ってます。C アンカーって紐がいっぱいあって絡んだり余れたり面倒だったので、そういった問題をなくして紐が2本だけで十分使えるようにしました。このように浮き側の紐は抜け止めのリングがついていて、一定の長さより出ていかないようになってます。船への取り付けなんですが、これはもう重り側の先に、ロープの先についているカラビナをトーイングロープにつなげると OK です。今日は風が全然ないので、流されている速さを GPS で見てみると、ほぼゼロですね。それでは実際にテストしていきましょう。保管するときはペットボトルとかに入れておくと便利で、収納はコンパクトになりますけど、開くと結構大きくなります。あんまり小さいと水汲みバケツを放り込むのと一緒ですから、C アンカーとしてちゃんと機能させるためには大きさにはある程度こだわらないといけません。私自身昔は風で流されてる時に水汲みバケツとか放り込んで抵抗をかけてたりしたこともあったんですけど、2つ放り込んでも効果は大したことなかったです。そういった失敗を踏まえてこのサイズっていうわけなんですよ。ただ、実際にやってみると、今日みたいに全く流されない場合はテストしづらいですね。投入した C アンカーがボートのそばでとどまっちゃいました。もっと風のある日にテストした方が良かったかもしれません。こんな感じで布地が開いていなくても、ロープが少し引っ張られるとすぐに展開しますから全く問題ないです。実際に使う際はボートが流されているわけですから、先に布地を流していくとロープは自然と引っ張られて出ていきます。それでは、次はボートをバックさせて再現していきたいと思います。ボートがバックするのでオールで作った泡がどんどん前に進んでいきますけど、オレンジ色の C アンカーが開いた瞬間に動きが止まりますんで、よかったら見ていてください。泡がですね、どんどん前に行くのがもう全然動かなくなります。もうすぐですね。今開きましたね。全然泡が前に流れていかないです。いくら漕いでもバックできないです。こんな感じで綺麗に開いています。それでは2馬力エンジンを使ってテストしていきたいと思います。私が使っているのはホンダの BF2D で、普段はバックは使いませんけど、いざやるとなるとドーリーがちょっと邪魔になっちゃいましたね。それでは最初はゆっくり引いて位置を整えていきます。勢いをつけてドーンと引いちゃった場合、トーイングロープの付け根がちぎれちゃったりしたら困りますからね。ちゃんと一直線になるようにスタンバイします。それではポジションは整いましたので試していきます。ボートの横側を見るとほとんど進んでないのがわかると思います。今はハーフスロットルの少し手前といったところですね。C アンカーが少し沈んだのがわかりますでしょうか。私は C アンカーが効いている時に少し沈むように調整しています。というのも、風が吹いているときは波も高くなるので、水面にあると波の影響を受けてしまいますから、そういった影響を受けないように浮き側のロープをやや長くして、少し沈むように調整してあります。完全に浮いている方がいい人は、上下の紐の長さを均等にするといいです。こんな感じで少し沈んでますね。浮いてきました。それでは出力を上げていきます。どうですか？ほとんどスピード出ていないのがわかりますよね。そういう時ってフルパワーで引くのはお勧めしません。トーイングロープの固定部分ちぎれたら困りますからね。速度もほとんど出てないですね。泡の状態を見るとエンジンの出力大体わかるかなと思います。これでもほとんど動きません。ちなみにこの C アンカーは船の上から機器を無段階で調節することができます。浮き側のロープを引いて距離を短くすると布地部分が傾いて潮を受ける面積が減るので、ボートが程よく流れるようにできます。スピードが出てきたのがわかりますでしょうか。こんな感じで無段階で調節できます。キルスイッチが効いちゃいましたね。C アンカーはほとんどの場合は全開で効かせますけど、風向きと潮の流れが逆の場合はさっきみたいに機器を調節するといい感じにバランスさせて同じ位置にとどまることもできますので結構便利です。
という感じで超効きがいいです。で引き上げる時なんですが、こちら側の紐を引っ張ってもらったら片側だけが寄ってきますんで、抵抗なく簡単に回収できます。これが傾きを調整できないシーアンカーとかバケツなんか沈めてると引き上げるのが重くて苦労するんですよね。ポリントを取り直すたびに毎回やる作業ですんで結構重要です。この日は水中撮影ができなかったので、昔に撮った試作版のテスト動画ですが、水中での様子も伺えると思います。浮きも重りもつけてなくても綺麗に開くのがわかると思います。流れを受ければ受けるほど広がるのがわかるでしょうか。布に当たった水の流れが上下左右に逃げる際の力で広がるようになっています。シュノーケリングで足ひれをつけて泳いでるだけなので、かなり不安定ですが、実際にボートで使うと綺麗にずっと開いている状態をキープできます。私自身、最初はオーソドックスなものを自作して使っていたんですが、出したり回収したりを繰り返すとロープが絡まって嫌になったので、どんどん簡略化してロープの数を減らしていきました。私はミハイル・カラシニコフっていう人を尊敬していて、物を作るときは精密かつ複雑に作って高機能にするよりも、シンプルで確実に機能することの方が重要だっていうふうに思ってます。今回はシンプルにしたら逆に高機能になったっていう点で面白い自作になりました。水汲みバケツレベルじゃないちゃんとしたシーンアッカーは金額が高いので、その分のお金でミシンと生地を買って自作しています。実際に使ってみると効きがとても強いので、何もないとボートが流されすぎて全く苦にならないようなレベルでも余裕で底を取れるほどボートが安定します。ただあまりに風に強くなるので、ひどくしけるまでうっかり粘りすぎないように注意してくださいね。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価をもらえると動画制作の励みになります。